いやー、残るイベントは親の死だけですね。死。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しい優しい世界一優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、決まりましたね、ビシッとね。ということでね、そうですね、今日はね、なんだか女性問題についてね語りたいなと。今まで正式にね、何かね、インセルだったりミソジニーだったりね、女性を嫌悪する人たちだったり、まあそれだけじゃないですけど、各種さまざまなね女性問題について語ることがなかったなと思って、そう正式にねシリーズ化していけたらいいかなと思ってますけれどもね。そうまあまず第1回目としてはね、もう私ね、そうモテない期間がもう20年ぐらいありましてね、もうそう昨日今日ずっと労働しながらね、もうダメだなと、もうダメだなと、そう引退、そうもう恋人を作るということにちょっと引退をね、そう引退せざるを得ないのかなっていう諦めをね感じております。そうまあですからこそね、やっぱり総括としてやはりね女性問題についてちょっとね少しは語っていこうかなと。またねそんな感じで、まずね私ね、そう初っ端からね、もう非常に寝取られを経験しましてね、世の中のね、まあ全世界にいるであろうミソジニーだったり、なんかこうねインセルね、女性を嫌う人たちの気持ちはよくわかるんですけれども、私なんかはもうね初っ端からもう初めからですよね、初めて付き合った女性からしてもね寝取られましたからね。寝取られってあれですよね、相手の男性にもムカつきますけど、その女性の裏切りですからね、女性の裏切りから始まったわけですからね、大したもんですよね。こういう男だけがね女性に対してこう鋭い批判をして許されるんじゃないのかなと思いますけれども、私はねそんなにもう冒頭申し上げました通りね、もうダメだなっていう感じがするのでね、そんな気はあんまり起きないですけれどもね。まあ初っ端からそういう往復ビンタを食らって、まあその初っ端の話がとても悲しすぎるんでね、多分ねご覧の方がねみんな泣いてしまうと思うのでね、ちょっと語るに語れませんけれどもね、まあひどい話ですよ。当時の私の周りにいたその事故を知る人たち、よく知る人たちはね、ネガティブは本当ちょっとかわいそうだったんじゃないのかな、ひどい目にあったよねっていうね。私もよくあの時殺人事件を起こさなかったなと思うぐらいひどい事件でした。しかしそれだけにね、やっぱりこの全世界に向けてのね話としてはちょっとね重すぎて皆さんの涙を誘ってしまうのでね話せません。残念ながらね。そうこのチャンネルを通じてね知り合ってオフ会0人じゃないですけど、オフ会
みたいなことがね、将来的にあったとするものならばね、そこでね、1対1ならね、話してもいいと思いますけど、まあ、ひどかったですよ。本当にね、もうある種いじめに近いものがありましたね。本当にね。まあよく耐えましたよね。やっぱりまだまだね、高校1年生という、まだまだね、なんて言うんでしょう。純情でしたからね。本当にね、若さが耐えるっていうことを可能にしたんでしょうね。まあ初っ端がそうですからね。まあ大人になってからの恋愛遍歴っていうのはまあひどいものですよね、やっぱりね。それはひどかったですよ。ね、そう。大体付き合ってはすぐ別れを繰り返して、大体が喧嘩別れでね。一番持った女性でも1年半ぐらいですかね。そうね。それも結局、その子だけが唯一喧嘩別れじゃない、あれですね。こう、円満な別れでしたね。あと全部喧嘩別れか、どっちか一方がブチ切れて姿を消したみたいな形ですかね。そうなんですよ。という、ここまで話してね、やっぱり私はそういう人間なんですね。非常に向いてない。恋愛に向いてない。っていうことですね。まあ、しょっぱなのそういうことがありましたからね。トラウマも抱えてたんでしょうけれど、まあ、そうは言ってもね、この女運の悪さっていうかね、なんて言うんでしょうね。そう。まあ、悪くは言いたくないですけれどもね。まあ、ひどかったですね。なんかもう、思い出すだにね。そして、私はあれなんですよ。なんでこんな動画を、こんなシリーズをね、立ち上げようかと思ったっていうのは、あれなんですよ。なんかこう、ね、チャンネル登録者数数十万のね、なんか成功している非常に有能なね、YouTuber がこうね、なんかプライベートを語るみたいなところでね、語ってたんですよ。ちょっとそれをね、見聞きして頭にきたんですけれどもね。その YouTuber が言うにですよ、なんか、ね、僕は別れた女性とはね、友達みたいになって仲がいいんですって抜かすわけですよ。ね、もう全然、そう、話し合っていつも別れるし、そう、喧嘩別れとかしたことないですね、みたいなのね、頭にきますね。すべてがうまくいっている人間、運がいいというかね、そう、なんて言うんでしょうね。女を見る目があるよみたいなね、器が大きいよみたいなことを言うんでね、非常に腹が立ったんですけれどもね。そう。人間そんなにうまくいかないですからね。そう。なんて言うんでしょうね。まあ、どの分野でも成功していく人っていうのは、あれなんですよね。そうですよ。まあ、うまくいくんでしょ。そう。私は全くうまくいきませんでしたけれどもね。そう。まあね、振り返り見ればですよ。私が悪かったなっていうケースもあればね、圧倒的に向こうが悪かったなっていうこともありました。まあ。そんなこんなでね。というね、私のようなこうね、辛いね、恋愛遍歴を経た者だけがね、女を叩きなさい、女を石にて打ちなさいとね、ジーザス・クライストのように言いたいところですね。はい。
とても嫌な目に遭ってきた者だけがね、女を石にて打ちなさい、ね、そう、罪なき者のみこの者を石にて打ちなさいっていうね、有名なキリストのね言葉がありますね。そうなんです、ね、うまくいくやつはうまくいって、うまくいかないやつはうまくいかないんです。それがこの世界のうんちさと言いますかね、クソさ加減ですよね。私だって努力しましたよ。そう、うまくいくようにね、たっぷりとした愛情を示そうみたいなね、そう、気を使ったりとかいっぱいしましたよ。でもね、まあ向いてないんでしょうね。向いてないんです。恋愛に向いてないやつは向いてないんですよね。そしてそうやってね、 YouTuber としてもね、本業も YouTuber もうまくいってるようなねやつはね、やっぱり恋愛も素晴らしいんでしょ、きっとね。本業もろくでもない労働場でね、この YouTuber としてもね、丸3年やってね、もうちっともね、まあね、未来永劫収益化できないようなね、そういうね、ろくでもない YouTuber とは違ってね、素晴らしいんでしょ、人格も素晴らしいしね、素晴らしいんでしょ。ああ、そうでしょうね。嫌になっちゃいますね。まあそういうね、上位 10% の男性もいるんですよ。そして私のようにね、もうボロボロになってもね、女性にアプローチしてはね、なんとか付き合えた、もう全くうまくいかないっていう人もいるんです。いるんですよ。ですから、なんて言うんでしょうね。なんか、ね、モテないっていうね、そういう人もいるしね。でもね、関わらなければ関わらないでいいと思いますよ。モテなかったらモテないでね。私のようにどうせね、こうやってあれですよね、20年ぐらい、なんて言うんでしょう、あらゆる努力をしてみたけれども結局ねどうしようもなかったっていうパターンもありますから、もうおじさんになればね、諦める、今の私のように諦める時が来るんですからね。女性を何人抱こうとね、うまくいこうとね、人生においてはもう大したことないですよ。どうでもいいことですね。という心境までね来ればね、どうでもいいことです。だもんでね、若者たちはね、積極的にね、まあ傷ついていいじゃないですか。傷つきたくなければそれはそれでいいしね、傷ついてでもね、モテたりとかね、恋人が欲しいならね、私のようにひどい恋愛遍歴を経るのもまた、それもまた良いと思います。そして女性たちの本質を知ってね、うんざりするのもまた良いと思います。それもまたよし、それもまた風流って言うじゃないですか。先ほど語ったね、本業も YouTube も成功しているようなね、上位 10% のね、男性たちにはどうせ私たちはなれないね、なれませんよ。圧倒的なルックスか、圧倒的な、なんて言うんでしょうね。一つね言っておきたいのは、モテるモテないで言えば、まあね、金がたんまりあった方がいいし、家柄もいい方がいいしね、正直なところそうなんですけど、もちろんルックスも良ければそれはそれでいいんですけれどもね。でもね、世の中にはね、本当に意味不明にモテるやつっているんでね。
なんて言うんでしょうね、そういうインセルだったりミソジニーだったりね、そういうそう地位牛だったりね、モテたいと思っている男子たちはね、意外とね、なんて言うんだろう、まあ希望を持たすのは僕は嫌いですけど、なんて言うんだろう、世の中には本当にもうどうしようもない不潔でおっさんで、でもモテるやつはモテますからね。常に女が途切れないみたいなやつ本当にいるんでね、なんかね、全てが絶望的な条件しかないっていうね男の子がいたとするのならばね、多分そういうなんて言うんでしょうね、本当にいるんでね、実在するんで、そういうなんだか知らないけどモテるみたいな、そういうね男になれたらいいんじゃないのかなと思います。なれる秘訣はこちらが教えてほしいですけれどもね、実在するんでね。ですからなんて言うんでしょうね、なんか学歴とか家柄とかなんかね、才能とか有名無名とかね、なんかそういうことじゃなくて、ルックスとか背の高さとかそういうことじゃなくてね、ワンチャンね奇跡的にね、なんて言うんだろう、モテる、べらぼうにモテるやつがいるんでね、なんかそういうやつを目指した方が早いのかな。ですからまああれですよね、私のようにこうね、無駄な20年アプローチをし続けるっていうことも大切なんじゃないのかな。そう万が一ね、何かのきっかけでね、こう生まれ変わったようにモテるっていうことはよくモテ期って言うじゃないですか。そんなこともね、世の中は摩訶不思議ね、この世はっていうね、でっかい宝島みたいなね、そういうなんかこうね摩訶不思議なこともありますから、そう私だってね若い頃ね頑張りましたけれど、よくよく考えればよくわからないね、よくわからないモテ方をしたこともねなくもないですから、そう頑張ればねなんとかなります。そうアプローチをし続ければいいと思います。そう大したことないですよ。そうね、振られたら唾を吐きかけてね、死ねばいいとかね、悪態をついてもいいですよ。別にね、そう執着する必要はないんですよ。そうね、そうなんですね。あとチャンスはいくらでも巡ってきます。そう出会いっていうのは意外とあるもんでね、チャンスはいくらでもあります。うまくいくとは全然限りませんけどね。そう私もねここ数年いっぱいいろんな出会いがありましたけれども、どうしようもなかったですね。どうしようもないですね。そうあとは私に残されたかすかな希望はね、地元の田舎にいる由美ちゃんね、とてもね吉本に入ったらね天下を取ってたんじゃないのかと思えるほどにね喋りが面白いね由美ちゃんとの結婚ぐらいですかね。そう私のね、そう古い女性の友人にね、そう由美ちゃんとのコンタクトを求めればねできるんですけど、勇気がないですね。今のところ勇気がないです。そうね、断られるんじゃないか、結婚を断られるんじゃないかっていうね。そうこの間言ったんですけどね、地元帰った時にね言ったんですけどね、ちょっと良くない反応でしたね。そうまあ頑張ってみますというね、非常にくだらない、まあ第1回目はこんなもんですよ。
ということでね、ネガティブマンの女性問題について語ってみました。あと若者に対してね、そうインセルの男の子たちに対してちょっとね、まあね、砕けるのは分かっててもやってみなさいということをちょっとね言ってみました。ではね、どうせこの世界はもう狂ってるんですから、もう狂ったままにねアプローチしてみればいいと思います。それでは今日にも明日にも世界が滅びますようにね。ネガティブマンでした。